いやなんかねつくづく思うんですけどやばいやる気のやつはやばい強いんだなって思うんですよ。なんか俺だもう格ゲー歴が長いからもう20年以上こう最前線にいて思うのはやべえやる気出してるやつっていうのはやばい強いんですよその時やっぱり。それは才能とかキャラの強さとかももちろんあるんだけど何なのこいつのこの今のやる気っていう状態。例えば、スト4で言うと、まあ、俺個人的に、多分シリーズ通して勝ち越せなかったのって、ワンチャン太郎だけなんですけど、シリーズ通してっつってもウルフォーだけですけどね、はいはい、ウルフォーの誠になってからだけだけど対戦したのは結局ウルフォーで殺意で勝ち越せなかったの一人だけでワンチャン太郎だったんだけどもやる気がやばいんですよ、本当に。だから誠でやってないことは一個もありませんみたいな。でなんか大していくために代々木に住んだみたいなとか、引っ越してね。そう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 、やっぱでもやる気って10年とか続かないと思うから、だから例えばじゃああの時のあいつのやる気なんかの本かなんかでも書いたと思うんだけど、全然強くないやつがゲーセンに好きな女ができてそいつにこういいとこ見せようと思ってやり込み始めた時があって、全然弱いやつだったんですけどかなり強くなって一瞬で。だからそういうなんか一時的なドーピングみたいなのがあって、だからじゃあサードの時の誰々さんとかじゃあスト4の時の誰々さんとかあるけど、結局まあそれはその人の能力っていうよりもその人のその時のやる気なんだなって思うところがあって、なんかやっぱりこういざ実際やってもあの時のやる気がないんだったら誰が来ても結局一緒だよなって思っちゃいますよね。を踏まえて一人ってやった時に頭に浮かんだ人ですね。でもまあなんか俺はやっぱその昔からのずっとやってた人とかの情報がやっぱ浅いわけですよ。やっぱ経験でいうとね、梅さんとかと比べたらもう多分半分以下だろうから。ただもうまあこれを見てる人とかも多分頭によぎったと思うんですけど、ソニホって一回スト5来たじゃないですか。でファンだっけ。ファンそう最初の年の CPT とかいたんですよ結構、アメリカの大会は。まあいなくなっちゃいましたけどね。でソニホってやっぱもともとやべえやべえ言われてて、どの大会でもやってるゲームはもう1位取るのが当たり前で、もう大会の優勝の数とかも抜けて高いって言ってる人間がドラゴンボールが格ゲーで出て、やっぱアーク系のああいうゲームっていうのは日本のプレイヤーが独壇場になるだろうって結構やっぱ言われてて、で実際エボとかもギルティとかね活躍するのは結構日本勢多いから、その延長線でドラゴンボールも行くんだろうなって思ってたけど、それをやっぱあっさり止めてるイメージあったから、そんな人間いるんだったらやっぱやってくれよって正直思いますね。一人用だもんねほとんど多分ね。そうだね、対戦そんなにできないだろうなと思うし、そうだね。だからそのスト5で最初もともと俺全然知らなくて、ソニックホークス名前も知らなくて、だから他のゲームやばいらしいよつって、でやっぱ他の同じ大会でやってるタイトルを見てると優勝はソニックホークスってなってることは超多くて、でも今後やっぱスト5でも活躍するのかもねみたいな話をしたのを覚えてるんですけど、まあ気づいたらねやめちゃってたから悲しいなって思ってますね。だから多芸で活躍してる、まあ、一応俺鉄拳の大会とかも見るんですけど、なんかやっぱ別ゲーすぎてちょっとこっち来てもやっぱ勝手も違うだろうから、活躍っていうのは難しいのかもなっていうのがあるんで、自分が鉄拳で活躍してくださいって言われたら絶対無理だろうなって、ね、思っちゃう部分もあるんで、2D っていう意味では俺はソニーホスかね。なんかでもそんな人がみたいなのはやっぱないですよね。そんな人がいるんですねみたいなないじゃないですか。ベタなのでベタ浮かんだ人ですよね。現実的なところで言って来たら確実にパワーバランスに何かしら影響を与えるだろうなと思うのは、来たらっていうか真面目にやったら
パワーバランスに影響を与えてるなと思うのは数の子なんですけど、やっぱり数の子。ベスト5やったらそりゃそうなんじゃんっていうかうんやってたけど、はいはいはい。なんかやっぱいまいちそんなちゃんとやってないじゃんスト5っていうゲーム自体を。そうだね。この時期すごいやってましたとかも多分ないっていうか、なんかそれはもったいないっていうか、まあ別にそれでじゃあスト5最強とかっていう風になるかっていうとまたそれは別なんだろうけど、まあやっぱ強いやつ一人でも多い方が面白いから、で確実に強くなるまでそんな時間かかんないじゃないですか。それはもうなんか分かるだろうからみんな。数の子別に数の子に限った方じゃないけど、数の子はどうせやれば強いからやった方がいいんじゃないかなっていうのと、でもまあそんなもんかな。鈴木さんは？俺が言うなら分かるけど、なんでいや俺は分かんないから。いや分かれよ。分かれよ。いやでもやめちゃったからね。いやでもねやっぱりねあれですよ、スト5以外ですごい活躍してますよね。いやまあそうスト3もいや見ました？クーペの決勝とか見てないですよ。すごかったですよ。デシケンさんとかそうそう、俺デシケンさんがあんのかなと思ったの。デシケンはあの人はっていうか彼はサードはもう最高ですよ。最高にいいプレーしますよ。だから絶対プレイヤーとしてはいいんだけど、それこそワンチャン太郎みたいにそのモチベがサード以外に向いてるのを見たことない。だってギルティやりますとかさ、スト4やりますとかさ結構言ってたはず。ああそうなんだ。だから多分なんならカーペースとかも多分やってたし、スト3っていうのはずっとそのマニアックなゲームとしてこう長いこと扱われてきてるから、まあ彼も自分のプレーがちょっとそのなんていうんだろうな、花があるというか、要するにいいプレーをしているという自覚もあるだろうから、みんなからも言われるだろうし、他ゲーやったらどうなるんだろうっていう興味は本人もあるだろうけど、多分サードほど自分がやってて気持ちがいいゲームがない。気持ちがいいっていうのは負けるだけじゃなくて操作性とか試合の内容とか、これ本当普通の世界だと真逆なんですよ。普通の世界だと真逆なんで言いづらいんですけど、やったら姿勢のいいやつは絶対弱いですね。あそうじゃない？いる？こういうやつは片手で倒せますね。確かにシャオハイでいけます。なんでなのかなって不思議なんだけど、普通姿勢ってよくあるべきじゃないですか。いやでもだからそんなもんじゃなくて、そうもうこういうもうすごい姿勢のいい人ってなんか弱くない？あれなんだろう？いや筐体のせいじゃない？ゲーセンのその視点でしょ。自分がそのやりやすい高さでやっぱ絶対みんなやるから、こうやるとやっぱやりづらいじゃん。ゲーム画面が下にあると、やっぱ俺すごいやりづらかったもん最初。そういう話ですか？違うの？精神的なニュアンスなのかいやでもでも別にこれ正してても勝てることは勝てるわけじゃん別に。今はね。今？だから経験したじゃん。いろいろ経験してるから今は。最初よ。一番最初からこれだと、やっぱ見え方が違うんですよ多分。だから俺姿勢いい方がいいじゃないですかって言われてるじゃないですか。例えば書道何でもそうじゃないですか。でなんかすげえ昔の古い麻雀漫画で当時のプロはなんか格式高くもう着物着てなんか切り方とかも超綺麗にパンみたいな、もう将棋指しをなぞるみたいな感じで、なんかそういうの時代があったみたいな、すげえあったんだろうなって思うんだけど、もしジャンソンにそんなやついたらマジで弱いだろうなと思うんですよ。ね。まあそうだね。ジャンソンもそうだよ。一緒。ジャンソンやっぱちょっと荒々しいやつの方がなんか強そうっつうか、もちろんめちゃくちゃ荒いとダメなんですよ。めちゃくちゃ荒いと多分精神的にも荒いっていうか、なんか冷静さを欠いて負けちゃうんだろうなと思うんだけど、なんかやったら丁寧な切り方してるやつって漏れなく弱くない？そうだね。ね、なんか
すごい丁寧な切り方して押してくるやつっていないじゃんだってないね。ね、うんでやっぱ押すってちょっとこう動物的な感覚になると思うんですよ。麻雀でもゲームでも俺は今から攻めるぞっていう時に今から攻めますってないじゃん。ないね。攻めるでおじゃるみたいな絶対大した攻めできないじゃん。やっぱちょっとこうグッとこうなんてこう前がかりになるっていうかでそれは一見すると姿勢悪いんだけど、やっぱ戦う時の姿勢ってこうじゃないと思うんだよね。ちょっとこうならざるを得ないっていうかさ、だから俺やっぱねそういうこう闘争本能のないやつだと思いますよ。姿勢のよくゲームしてるやつっていうのは。でもなんか分かりますよねそれは。だと思いますよ。なんかこうやっぱねこう、確かに。俺でもやっぱ姿勢はねすげえ正そうと思った時期あるのよ。はいはいはい、麻雀もそうなんだけど、麻雀やってる時もそのいろいろさ従業員の掟みたいなのをこなしていくうちに、次は姿勢かなみたいなのがあって。でもずっとごめんじゃあ言うけど、お前のは露骨すぎてなんかさお前さちょうどいいところでやめた方がいいっていうかボンの姿勢がいいだからなんかボンちゃんさんすみません写真撮ってくださいですいいっすよっつった時のどうぞみたいな何いやだってさだってさ、写真はさ、それよく見える努力するじゃん。残るんだよだって。いや気にしなさすぎなだけだからそれに関しては。いやじゃあまあいいよじゃあ姿勢正すいいよ、じゃあわかりましたじゃあはいどうぞとやっていいんだけどなんかすごいねなんかこれ今後取りづらいじゃん。今後めっちゃ隣の人にボンちゃん言ってた通りめっちゃこうやるみたいなシワ超伸ばすみたいなはいみたいなパンプアップしたからさ取るじゃんお前ね胸筋に血を食ってから取るじゃんつって腕立てそろそろかなみたいなそれはどうなのかなっていうかいやそれ言い過ぎっすよ。いや言い過ぎじゃない言い過ぎじゃないいやでもやっぱなんかよくだって清潔感があった方がやっぱそれはもちろんそうですよ。でやっぱ思ってるから、じゃだってそこはもう根本的なダイエットをするのも一緒だったもん。そこと同じ。だからできるならねよく見られたいのはあるから。いや俺さやっぱ太ってた頃の、しかなんかちょっとピチピチの服を着て配信出たことがあったんだよ。今でも画像で残ってるんだけどビフォーアフターで使われるんだけど、そのビフォーの時の絵面がもうすごい。どんな写真なの？デブ。いやそれは知ってるよ。いやなんかねもうねちょっと清潔感のかけらもないですねってなんかもうブイーンでなんか顔毛もちょっと中途半端にしちゃってて、もうどうしようもないのこんなになって、もうなんか腹とかもパツンパツンだからちょっと見えちゃう。俺本当にこれはいかん。その後だからやっぱもうこう見られないように。で俺普段配信とかも背もたれになんかこう深くなっちゃうような椅子は基本絶対座れないんです。でどうしてもそういうのでインタビューとか、これは価値観だなインタビューの時とか絶対前の方座るからこうやって。いや分かるよ分かるんだけど俺は例えば女性タレントとかがもう足をねテンプレで足をちょっと斜めにしてみんなこう座るじゃん。スカート履いてねこうみんなこうじゃん。お前絶対今だけだよねその座り方って。いや日常からその座り方してるんだったら俺も全然いい綺麗な座り方だなって思うけど、なんか笑っちゃいません？お前人の話入ってこないでしょあんな全身に筋肉使って。腹フルフルさせながらねちょっと腹筋がみたいな。そうだって腹力入れてもうねピタッともうだって軍隊みたいなさ感じの状態なわけでしょ。で俺はいやもっと人の話を聞けって集中して、そっちの方がいいでしょって。だってこんなことやって人の話なんか絶対入ってこないもん。まあ確かにねこっちに意識取られて無理な体勢はきついよね。だったら俺は多少下品でもいいからこういうまあでもねそこはねやっぱり本当人によって変わっちゃうよね。
いやまあ俺はそういうどっちかというとその時何が求められてるのか、まあでも、まあ、テレビだからな、タレントだからな。そうなんですよ。いやだから逆にそういうとこやらないやつ何なのって俺思う部分結構あるもん。いやそんな普段見られないのに唯一見られます、そんなところも気遣えないのって思う部分あるもん。だから俺はここはやっぱ見られるからちょっと気引き締めましょうみたいなっていうのはやっぱある。まあ俺もなんか人前に出る時にシロさん必ず襟付きのシャツ着る。一緒じゃん。一緒だよ。その襟付きのシャツ着てくださいってなるんだよ。その理由もよく分かんないしね。襟の役割よく知らんし。まあね。襟があると何なのって思っちゃう。まあ綺麗に見えるってことだよね。本当それだけの話だと思うけど。まあ何の話でしたっけこれ。これは格ゲーが強い人の。だから襟シャツ着てるやつ弱いよだから。な、まあそうね。襟シャツ着てるやつ弱い。襟シャツ着て胸突き出したやつは弱いってことだ。けど読んでました。